ウルハウルハーモニーの領収ギータヒロトと鈴木です。 J-WAVE 東京マットスピン Z ウルハウルハーモニーのポッドキャスト2回目です。イエーイ始まりましたね。出ました二回ね。はい、このポッドキャストを通していろんなことを一緒に学んだり、僕たちのことをもっと知ってもらえるようなそんな時間にしていきたいと思っております。はいはい、でこのポッドキャスト2回目なんですけれども、まだタイトルが決まってなくてですね、はい聞いてくださってるみんなとはい一緒に決めれたらなと、一緒にですよ思っていて、今ちょっと募集してるんですけれども、なんかね、いいアイデアありましたら、ぜひハッシュタグマットスピン、ハッシュタグ WHH をつけて X でポストしてくれたら嬉しいです。お願いします。お願いし待ってま。ますす。本当にすごいいいアイデアがあれば、もしかしたらあなたのアイデアが採用されるかもしれませんので、そうですよ。ぜひお願いします。お願いしますお願いしますお待ちしてます。そしてこのポッドキャストは毎週新しいエピソードを更新させていただいています。はい Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、ラジコのポッドキャストの4つで聞くことができるので、皆さんぜひチェックしてください。さらに YouTube でも配信していくので、ポッドキャストと YouTube 合わせてチェックしてもらえたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。番組の感想や僕たちへのメッセージは X にて東京マットスピン Z のアカウントをフォローしてハッシュタグ MAADSPIN そしてハッシュタグ WHH をつけてポストしてください。お願いします。お願いします。おいさあ、さあということで、はいはいはい今回は今回は何でね、すか今回は。ちょっとこんな企画やっていきたいなと思うんですけども、はい題しておすすめ1ミニットおおおということで、すすめはミニット。はい。はい。まあね、お僕たち1ミニットという楽曲はい歌わせていただいてるんですけども、はい、はいまあそんな、タイトルにちなんで、うんそれぞれ今ハマってるものだったりおお好きなものおすすめしたいことをプレゼンします。うんなるほど。制限時間は1ミニット。おお1分ね。はい。 1分間ね。はい、なるほど。 1分間のおすすめタイム。はいはいはい。自己紹介じゃありませんよ。自己紹介じゃない、はい自己紹介ね、前回やったからね。はい、そうですねなんです。はい。でそのプレゼンを聞いて、はい興味を持ったかどうかは僕たちのマネージャーさんに判定していただいて、はいはいはい。まあ、思いが伝わった方にはご褒美、残念ながら伝わらなかった方にはご褒美没収となりますというこああ、だからこれマネージャーさん、だから俺らのマネージャーが聞いて、とで、はい。っあ、いいね、そのおすすめいいね、はいはいはいやってみたいって思ったら丸ってことですよ。て思ったらこれがなります。ははいい。うんちょっと違うなー違うって思ったと思ったら、ら、ああ、はいはい嫌なブー。なんか嫌なブーだよね。嫌なブーだわ本当にねでも今もうチラチラ見えてるんですけど、はいご褒美かなり美味しそうです。ういご褒美何なんですかっていうことなんですチラチラ見えてるんですけど、出しちゃいますかこれ。美味しそうだよこれ。これはなんこれ。スプレーって書いてある。これですスプレー。これ見えてんのかこなれ。いいですね。いやーこれは勝ち取りたいね。めっちゃうまそうなスフレ。あーしかもうわアーモンディーもあんじゃん。しかもやばいねこれは。ナッツとかいろいろ入ってる。うん。ディエンだよマジで。確実これはやばいねにうん。美味しいやつです。クリームのこ間違いのない。ボリュームもかなり良さげなボリュームだったし、じゃあやっていきます。はい。やっていきますか。はい。あ、じゃんけんで勝った人からやりましょうだって。うわーなるほどねよっ。しゃ、じゃあ最初じゃんけんで決めますか。はい。勝った人から1番。はい。はい。うわー勝った順ね。片順最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。うわはい。きつそう。 1番はクック、はいなんでだよ。 1番、2番、3でだ番、よ4番ですね。クックからはい。いこうかじゃあ。はい。これ誰が測る？それは測ってくれるはい、はい測っていただけるということなので、はい。じゃあクック、はい早速いきましょう。はい、はいわかりました。用意スタートだけじゃお願いします。じゃあ。これ楽しみだな。あ。はい、それではじゃあクックのおすすめ1ミニット用意スタート。はい、僕が今ハマっているものはドラえもんです。はい、このドラえもんっていうのはもう本当に僕たちのお母さん世代とかおばあちゃん世代の頃からもやってるアニメじゃないですか。でそれだけもう今もね新しい輪がこう出てるってことはそれだけ人気がある作品だと思うんですね。はいで今回の僕間違いないねドラえもんの映画見させていただいたんですけど本当に号泣してしまうぐらいもう感情移入されるというかよく言うジャイアンがね映画になると優しくなるとか言うんですけど、はい映画でこうやって見ててさ、
その武蔵業の感じじゃないです。その感じじゃないで、いやちょっと時間取っちゃうから時間取っちゃう。あごめん本当にねドラえもんの映画は本当になんかその初心を人間としての初心を思い返してくれるというか、その人間としての大事なもの、人と人の大事なものっていうのを再確認できる素敵な作品だと思うんですよね。だから皆さんにもぜひこれをね改めて映画見に行っていただきたいなって思います。大人になってからそのテレビで見なくなったりとか映画見ない方とかもいらっしゃると思うんですけど、これぜひ行っていただきたい。お願いします。終了はいガン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 。あ、かなり意外といっぱい言えたんじゃない？おおでも一番最初のドラえもんが気になった。ドラえもん乾き物の話したってこと。違う。ドラえもんドラえもん。ドラえもんドラえもん乾いてるものの話。乾き物の話乾きしてる物の話じゃない。乾き物の話じゃないです。違います。超ウケるけどねそドれラえもんです。ドラえもんやばいな。ドラえもんじゃあ判定はい聞いてみます早速。行きましょうか。お願いします。はいやったということでクックスフレゲット。マジっすか、やったすげえ。ありがとうございます。早い。でもまあしっかり喋れてたね。やったよかった。ドラえもんっつってたけど。そこだけすごい気になったけどやっぱり。じゃあ贈呈します。ありがとうございます。これいいな。かわいい。うわーこれはやばい。じゃあこれもクックは食べながらやった進めていく。おやったやったちょっとじゃあ一口さやっぱこう食べるとこで見せてあげようよ。ちょっと一口ちょうだい。それでこちらその後。なんで流れで。はいじゃあいただきます。うわうわ美味しそう。美味しそマジうまい。う。マジうまい。うまい。結構高級な匂いする。いやこれ高級な匂いしますね。まずいうまい。どこら辺マジがさまずいになってる。まずいうまいだからもう。まずいって言ってんだよ。なんならまずいうまいって。でもその美味しそうなナッツめっのとこちゃ美味しそう。生地もめっちゃ柔らかくて、この上にかかってるじゃないですか。これがちょっとね塩気があって、すごい甘さとそう塩辛さのバランスがめちゃくちゃいいっす。めっちゃ美味しいですこれ。これ皆さん絶対食べてみてくださいね。その名もなんスフレ。スフレソフェ。スフレアンド面白すぎる。ですかね。はい。食べてみてくださいね。何のおすすめしたの。誰なの？食べてみてねみんな。はいということでクックはい。ご褒美ゲットですイね。エーイありがとうございます。一回食べる。食べますちゃう食べます食べながらやってこう感じで。じゃあ次ギーちゃんはい。かなギーちゃんです。やりますか。じゃあギーちゃん、はい。ギーちゃんね。ギーちゃんです。ギーちゃんじゃあギーちゃん行きましょう。ご用意したとそれでは次はギーちゃんのおすすめ1ミニットです。よーいスタート。はい、僕のおすすめなもの、ハマっているものは皆さん分かっていると思います。ポケモンです。はい。ポケモンは僕はもう幼少期の頃からずっと好きなんですけども、ポケモンの何がいいかって言ったら、もちろんキャラが可愛い、ゲームが面白い、いろんな要素があると思うんですけど、何よりもポケモンのアニメを見てください。アニメ、映画、友情とは何か、それが分かる。そんな作品、ポケモンになっています。そしてね、僕が今ハマっているのは、ポケモンのグッズ集めなんですよ。ポケモンのグッズ集め。ポケモンってね、ありとあらゆるグッズが今、発売されてたりいろんなコラボがあるんですけども、そのコラボをずっと追い求めて売ってるか売り切れてるかっていうハラハラを楽しむのがすごい今僕の趣味です。はい。そしてポケモンの良さ、さっき言ったゲームあると思うんですけど、最近ダウンロード版でファイアレッドっていうのが復刻しまして、はい。でそのファイアレッドリーフリーのファイアレッドを僕今絶賛やってまして。最初の人影の色違いを手に入れるためにリセマロを約1000回ほどしました。わー皆さん、そんぐらい気合入ってるんで、ぜひポケモンチェックしてください。お願いします。いやこれ終了いいんじゃないですかこれ。なんかまとまってるねかなり。ねえねえねえめっちゃよかっためっちゃよかった。かなりまとまってたんじゃないですかポ。ケモンといえばね、ポケモンまあ素晴らしいそうだよね。ギーちゃん本当ポケモン大好きだもんね。まだいけますよ。まだ喋れる。うん。あーでも喋りたいまである本当喋りたそうではありますよね。喋りたいじゃあはマネージャーからこのギーちゃんのおすすめが響いたのかどうなのか。い。さあ判定をお願いします。響いてるよ響いてるよ。よかったはいスフレゲットキレルさんにではす。ソフレ来たよ。みんなイエス。素敵なスフレゲットです。いやーこれなんかでも箱にさ3つしか入ってなかったけどあるんだよね。ありますよね。よかったよかった。このだからここスフレね俺最後だからさ領事でなくなっちゃったらどうしようと思って。なんかね焦ってましたそんな目は感じれたのよ。ここでどんどん出すじゃんと思って。あるということでよかったです。
このスフレ冷たいねちょっとやっぱ。ねえねえねえ。あそして生地感冷やしてふわふわです。ふわふわです。ふわふちょっとクックわ。のと違うふわふわ。一緒か危ねえ。一緒一緒一緒だね。結構もうパンケーキこんな感じになってふます。わふわだこれはいただきたいと思います。いやこれマジでうまい。うまいね。まあそうなるよね落とすんだね。そこでトーンそこでそこはトーン落とすんだ。うまいね。やっぱ大人の余裕ということで。ははいい。うまっ。いいね。それうまいわマジで無限に食えるわ。食べたいな。おおいうくわね。ふわふわだもんなもはいい。やばね。本当美味しそう。めっちゃうまい。うん。完もう一個食しました食べたいいいな。いやもう一個食べたいですね。ダメだよお前これもうバ一回いいですか参加して。カ。ダメダメ。ういいっすかじゃあうまいな。次は領事ですね。じゃあやっていきましょうか。はい僕はねこれ結構自信ありです自信あり。いきますか。オッケーじゃあ行きましょう。はいそれでは領事のおすすめ1ミニットです。よーいスタート。はい、僕がおすすめしたいアニメを紹介したいと思います。アニメだそのアニメはワンピースです。ははい、僕がねもうちっちゃい頃からずっと素晴らしいワンピースと一緒に育ってきて、はいはいはい今ではですねもう人事ではなくもう自分の人生と照らし合わせれるぐらい、友情だったりとか仲間の愛だったりとか、そういったものをすごく楽しみながら見させていただいてるんですけども、まあ、そんな中で、僕たちウルフハーモニーにもなんかこうルフィ麦わらの海賊団のような、事態が起こってるんじゃないかと思うことがありまして、なんで？まあねルフィってすごくとか麦わら海賊団っていうのは、いろんな先人の偉大な海賊の方々にこう助けられたり、はいはいは仲間だったりを増やしていったりっていう、はいその奇跡があるんですけど、まあ、僕たちもね言ったらヒロさんであったりとか、周りのいろんな先輩に支えられているので、そんな人生の僕たちの、アニメをご紹介したいと思います。い。はい。話足りなかったっぽいね。話足りなかったっぽいねかなり。 5時間いけんだよなこれ。 5時間は喋りすぎだし、しかもワンピース今更みたいなとこあるよね。あでもまあ大好きだもんね。ということで、うん。まあ伝わりましたよね。めちゃくちゃそうだ。ね。まあもう知ってるからね俺らは特にね。まあ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 。まあねフィギュアとかも飾ったりとかそうだね。知ってますすよ。るぐらいじゃあ好きなんですけどね。聞きますか。この領事のおすすめが響いたのかどうなのか。判定はどうでしょここで×。う。これなんかブーブーの理由とか聞いたりしてもいいんですか。いいですか。確かにいや明らかに残り10秒ってディレクターさんが出してから最後まとめに行った内容が足りてなかった。シンプルにね。はい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 。話情熱が出過ぎちゃったか。うわーこれちょっと前のめりになったか。そうこれ多分1そのパターン時間想定で言ってましたねこれ。頭の。頭のね。配分がねしかもなんかちょっと配分がつなぎ言葉もちょっと下手だったし。いやでも確かになんよくよく考えてみればか早く感じたわ今の1分。うん。確かに確かに。うん。もっとこうやっぱプレゼンだからあれなのか分かりやすくそうだね簡潔な分かりや方がいいのかすく簡潔にまとめてだからこう伝わりきらなかったのかもね。いやちょっと魅力が悔しいな。悔しいねこれ。いや食べてほしかったなりょうじくんにも。僕1個余ってんじゃない？だからこの心配なし漁師が食べれなかった分は僕食べさせていただくということで。まあクリアできたらですけどね。そうなんだよなクリアできたらなんだよはないどうしようかな。そうそう何を出すのかちょっと気になるわ。決まってんだよ。あーちょっとどうしようかな。結構あるからね。その可能性というか、いろんな話は。はい決まりました。おやらせていただきます。はいやらせてください。やってください。どうぞ。ちゃんと一回振ってスタート用意スタートください。ああなるほどなるほど。あちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってね。じゃあやらせてくださいって言って。そしたら振るから。オッケーオッケーちょっと待ってね。オッケちょっとだけ待ってね。どれにしようかな。ちょっとだけ待ってね。長っ。はい決まりましたー。はいやらせていただきます。はいやらせてください。どうぞ。あ始まったはい僕がおすすめしたいのはこちらのリップクリームですね。おお。は急にリップクリームこれ最近、はいはい現物出すんだ。最近わかるかな。最近俺がよく使ってるのを見ていると思うんですけど見ますはい見ます。僕この季節めちゃくちゃ唇荒れちゃうんですよ。はいはいはい。冬から春にかけ秋から春にかけてぐらいかな。それこそやっぱ乾燥もしますしもともと肌弱いっていうのもあるしだから唇がめちゃくちゃ荒れやすいんですけどその唇が荒れてるところをすっごい綺麗にしてくれるのがこのリップで、これなん
なんて言うんだろうな、あれなんですよ、スクラブのリップになってて、だからこうリップ塗った時にもうちょっとスクラブしてくれるんですよね、唇を。だからリップスクラブした後みたいにトゥルントゥルンの唇になるんで、寝る前なんかはもう僕最近絶対これだし、普通に普段生活してる時もやっぱ唇気になること多いんで、ザラザラが。これそういう時にはすごいおすすめです。ぜひ使ってみてください。メンズにもおすすめです。はい。どうですか？でもまとまってたんじゃないですか、めちゃくちゃ。はい。現物が出てきたっていうのがもんちゃんプラスポイント。確かに。確かに。あと今の季節結構ぴったりだからなこれ。そうなんですよ。本当最高なのよこれね。しかも美味しいのよ。味付き。そう。お腹空いたらちょっと食べてます。食べてる、やばい。ちょっと食べてます。お腹空いた時。じゃあ聞いてみますかね。はい。はい。それでは判定をどうぞ。なんでですか？何か一言も言ってないの何ですかそれは。リップです。リップです。何のリップですか。ああこれ。喧嘩。商品名言っていいですか？いやだってなんとかはみんなこうね固有名詞でこうプレゼンしてたんで。確かに。確かに。ちょっとすいません。それは言うべきだよ。それは俺ちょっと気使っちゃったっす。なんかいろいろあるじゃないですか、兼ね合い。いろんな兼ね合いあるから商品名言うのはやめようかなと思ったんですけど、はい、すいません。じゃあもう言い訳します。負けました。負けました。確かにね。すいません。もう一回やっていいですか？そしたら。別ので獲得ならずということで。くそ鈴木のスフレはクックが食べますということで。いや待って。でそれはもう一回やってもう一回ピンポンだったらいいですよ、食べても。これがダメだったらもう一周しますか。もう一周。でもじゃああれかもしんない。もう一回やられても見てる方がかもしれないから、だからこのもう一回はちょっと終わった後にマネージャーに1対1で1対1でやらせてください。しっかり食べたい。しっかり食べたいから。別のちゃんと進める。すごいな、やっぱ視点がすごいですわ。いや食べたい。マネージャーさんの。やっぱこうさすがマネージャーっていうような内容のついてくるところがね。いやでもやっぱちょっと僕も僕なりに気使ってただけなんですっていうのだけ伝えさせてください。カミカミだしもう伝えさせてください。いやでもこれも楽しかったですね。いいっすね。マジであっという間だったな。あっという間でしたね。ワンピースの話するとあっという間に時間過ぎるな。そうだよね。ちょっと詳しく聞きたいよね。そこもね。なんか話足りなかったっぽいし。そうなんですよ。確かに。どうなの？ワンピース一番話足りなそうだったけど。いいですか？いやワンピースって本当にジャンプを代表するもう少年心というか、そうだよね。もう本当誰しもが持ったこの友情だったりとか、もう絆なんていうの、絆だったりとかさ、そういう全てのことに対してこう胸が熱くなるというか、ですしいろいろなね悪魔の実を特化したりとかしてるのも、まあそれぞれのね性格とか特性とも捉えられて、すごいこうリアルに生きてて照らし合わせられるところがあるし、多分ねそういう風に感じてる人結構いるんですよ。そうだよね。人生の僕の先輩でいうと龍太くんとか、ワンピース好きだったりします。風原さん。龍太くん。はい。日高龍太。おもろそう。いやそう風原さんも好きだしね。風原さんも好きですし、はい、もう本当に龍斗くんって聞こえる。ごめんなさい。はい、そんなね誰からも愛されるようなワンピース、ぜひねまだちょっとね長くてどこから見たらいいか分かんないっていう方もいると思うんですけど、最初からですよね基本。最初から見るのもいいですし、過去を知りたくなってから見る方法も僕はありだと思うんで。だからそれさあれだよね、小田先生も言ってたりするもんね、こっからでもいいぐらいそうなんですよっていうのをね。はい、なんでぜひ調べてみて、途中からでも本当に全然分かる話になってるんで、ぜひ皆さん見てください。熱が伝わりましたかね。僕はワンピースを愛してます。ありがとうございます。ありがとうございます。伝わったかなと思って今チラッと見たけど、こんなんで見てるから多分ピンポンならないだろうな。ならないだろうね。もうダメだったからね。一回ダメだったからもうこれ後での話になってくるから。逆になんだろう、今趣味のことだったりとか、使ってるものだったりとか。
でも俺迷ったのよ、はいはいそれこそリップの話したけど、リップのことはもう全部言い切ったから話すこともないんだけど、まあでもね他のリップも使ってたりとか、まあ、用途に合わせてみたいなところもあったりもするけど、まあ、特に一番好きなのはこれかなっていうことでこれをやらせてもらったんだけど、もう一つ迷ってたのがキャンドル。キャンドルね、確かにキャンドル、はいそっちだったんちゃう？キャンドル確かにそっちじゃないですか。そうなんですよ、キャンドルもウッドウィックでしょ？いろんなのを買ってるんですけおーど、それこそ僕らお仕事で、はい海外でのライブがあったりとか海外に行かせていただく機会もね結構あったりするんですけど、そのたんびに確かキャンドル買って帰ってきたりとか、やっぱ日本にないものあったりするし、こう見たことないやつだったりとかあったりとかして、だからそういうのも面白いからどんどんキャンドルも買ってて、最近クックに持ちすぎじゃないですかって言われたぐらい部ね。屋キャンドルだらけなんじゃない？そうなんですよね。だからキャンドル、まあ、毎日つけてるし、でもちょっとねキャンドル危ないところもあるんで皆さん気をつけてくださいね。ぜひ今あれらしいですね。一般家庭での火事の原因一番多いのがキャンドルらしいですよ。はい。そうなんだ。だから気をつけてほしいね。気をつけそうですねて楽しんでもらえたらね。気をつけてほしいですね。僕もちょっと髪の毛間違って焼いちゃったり。いそれはやばい。やそうそうそうしたこともあった一番から。気をつけて。あっただから皆さんも気をつけてくださいね。まあいい匂いだからね、すごいこうリラックスしてこう注意力とかも減っちゃうかもしれないけど、でも気をつけることはしっかり気をつけて。そうですね。はい。でもキャンドルマジで最高ですよ本当に。寝る前の時間がすごいこういい時間になるというか、はいめっちゃ落ち着けるし。最高です本当に。いろんな匂いがあったりねしますし、なんか欲しくなってきました僕も。お、買うといいですよ。うん。あげませんけど今の話聞いて。一個なんかもらったらいいんじゃない？そのなんかいいんすかおすすめあげません一つも一つもあげないです。いややっぱちょっと疎くてまだキャンドル教えてもらうほしいです。うんいや何の匂いもしないこの長い誕生日用の誕生日用のろうそく勘弁してください。それ一個あげようキャンドルって言っていいだけじゃないですかそれ。そうだよ火がつくだけ。ろうそく匂い明かり欲しいです。匂い欲しい。明かりをアロマキャンドルがねやっぱ最高なんで、そうですね皆さんもねぜひおすすめですアロマキャンドル。てかあれだよ、俺喋りたいことがあった。ワンピース俺も最近ちょっとハマってる。お、あれなんだよ。ワンピースの俺好きなのルフィとなんかガープの掛け合いが好きなんですよ。はい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 。ね。おじと息子のようにルフィのことをさ、あれめちゃくちゃいいんだよね、おもろくてあれ。息子のようにっていうか孫孫なんだ。孫なんですよ、孫のように。もうすごい。本当に見てるよね。見てる見てる。だってさ2人で俺特に見てるのを証明するために言うけど、特に2人でさこう喧嘩しながらなったぞ。多分日本語の問題、孫と息子が知らんかっただけ。はいはいはいそう喧嘩しながらやってる時にさ2人クーって寝るじゃん一回。あのシーンとか最高なんだよ。最高だよね。見てるでしょ？素敵な関係性ですよね。そうめちゃくちゃ本当に好きで最近ハマってるそれも。いいですね。嬉しいよね。やっぱこういう同じワンピース好きでいてくれる仲間がいるっていうのはすごく心強いなと思い僕もます。ワンピース大好きですよ。本当？うん本当大好きです。俺もなんか好きですよ。チョッパーっぽいよね。ぽいね。本当ですか？本当ですか？キャラがね。キャラが。超ちょっと。で、なんだろうな。鈴木そのなんか顔。すぐなんだろうね。なんだろうねロビン。ロビンかな。確かに。痛い。一味ちゃんと知ってますよね。かな。好きですよ。全然好きですよ。ミホークもいいけどね。あいいですねうん確かにかっこいいね。鷹の目。そう高野目さんです。高野目っぽいね確かに。そんなかっこいいキャラクター。りょうじくん好きってわかるから最近なんかワンピースのグッズ見つけたら買っちゃうんだよね俺りょうじくん。今日ももらったなそれは。買っちゃうんだよね。ガチャガチャのやつ。ギーちゃんマジで謎なんだよな本当に。ねやってたもんね。贈呈癖がね。あげます。贈呈癖なんやばい。でっていうね。なんで？なんりょうじくんかさ最近好きって聞いたからこれ買ってきましたよ。いやそんないいのにとか思いななんがらか嬉しいとかよりなんでが勝つんだよ。違うんだよ。絶妙なんだよタイミングが。そんなガチャガチャ見たことなかったからりょうじくんのやつに関してはさ、そうでもこんぐらいの珍しかったすごい珍しい本珍しいけど嬉しそうに持ってくるじゃん。本当にいいやつなんだなって思う。本当になんでと思いながらなんか。で今開けて今開けて上げ癖がすごいうんでギーバーなんで。ギギバーね。ギバー。バーあげたい人だからはいギーバね。与える人。ギバー。ギーバーなんで。エンターテインメントさせてもらってます。ーバー素敵な人ですよ本当に。
で一番嬉しそうなんだからあげたもらった人よりもらった人より嬉しそう今日ももらった人より俺が嬉しそうだ。でそれいいでしょこれねとか言ってそれ開け方が特殊なんですよこれねあ、それどんなルフィですかあなたエクヘッドヘッドだ俺の方が喜ぶ。一番嬉しそうだからデスクに飾ってくださいねありがとういいやつですよ本当ギバーですギバークックはなんかあるの熱くなってきた逆にわおすすめ他におすすめ全然喋ってないけどなんだろでもアクセサリーとか結構好きなんじゃなうな。まあアクセサリーそうっすね。でもなくすからいアクセサリーのそれで言ったら修理ばっか言ってんじそれで言ったらなんか俺クックが好きなものなんすか一つお前これめっちゃ好きじゃんっていうのがなんですかスワロフスキ確かにスワロフスキーめっちゃ好きっすね。ースワロフスキーさん、はいすごいよく買い物してるじゃんそうっすね。それこそおすすめしたらって思うけどね俺今思ったもん確かにめちゃくちゃ良くないスワロフスキースワロフスキーさんめっちゃいいっすね。これ違う。これスワロフスキーです。でしょ？そうだ。行ったりしたんでしょお店にもそうですね。イベントとかにも行イベントとかかせていただいたりとかして。大事でさ。でなんかさごめんごめんい全然いいよ。やなんか結構さアクセサリーをはいすぐ壊して修理出してっていうのをすごい見てるからひらめいたんだけどトイ・ストーリー見たことあります皆さんありますよトイストーリーありますね。トイ・ストーリーでウッディを直すはい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 。あのシーンめちゃくちゃ記憶に残ってる俺あれ大好き大好きめっちゃ好き。何回も見たいし何ねああいうの回も見なかった何回も見ためっちゃ見た磨いて磨いてみたいなでスプレーでスプレーで目とかやってみたい塗ってなあれいいよなはいで最後に足の裏が塗られちゃうところもそうちょっと悲しいけどはいなんかあそこ何回も見ちゃうよねやっぱ確かにねめっちゃ好き。そこに映ってるおもちゃ修理セットみたいなの買えばいいんじゃないあそれで自分で確かにそうっすね。あたなんかこうだその石が取れちゃったりとかってなるともう厳しいというか。あそうあなんだはめてもらわないといけないんだもうはめてもらわないといけないんだそうなんですよ。なるほどねどこが壊れたかでやっぱ結構変わってくるんで。はいはいはいそれだったらもう頼んだ方がいいかなっていうので毎回頼むんですけども、このブレスレットに関してはもう値段超えましたね。修理代もう新しいの買った方が良かったっていうはい。話でもこれは友達からいただいたものなので大事にしたいね大事にしたいなっていうので、確かに確かに修理したりするんですけど。いいやつだそうですね本当にとかアクセサリーとかって結構あれじゃないですか。人とかにあげたりしたらなんかずっと使ってくれる後輩とかもいたりするとめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、そういうのとか。思い出も乗るもんねやっぱそう。りねでりょうじくんとかね、後輩とかにもあげたっていう話もそうなんですよ聞きましたし、そう。クロムハーツパッてあげて久々に5年越しぐらいに地元の後輩の子だったんですけどいまだにつけてくれてましたねああそれ嬉しいねめっちゃ嬉めっしいですよね。ちゃ嬉しいでもクックは一緒に買い物行った時に買ったやつは大体なくしてんだよね俺と行った時に買ってるやつねでシンガポールでも買ったんですけど、漏れなくなくしてるよスー君とギー君の前で、ね。買っちゃいますこれって言って買って1週間後になった。え漏れなくなくしてんだよなこいつまあそういう運命なんだなっていうサングラスもなくしてるし思ってます。サングラスもなくしたし、なくしすぎそういう運です命なんだなと思います。なんで運命です。そういう運命そういう運命です。はい運命。みたいですはいはい。ここでヒロトのここで勝手にお知らせタイム。ここでかはい、来ました。はい、ということでね、改めて僕たちのニュー EP テラが皆さん発売中なので、皆さんぜひ絶対聴いてください。よろしくお願いします。お願いしますそしてね、今回の企画と同じタイトル、新曲の1ミニットも、それ、各種ストリーミングサービスで聞くことができるので、ぜひね、番組の概要欄にリンクから飛んでいただいたら聞けるので、皆さんぜひ飛んでみてください。よろしくお願いします。そして、9月6日から僕たちの初の単独ツアー、ウルフハウルハーモニーライブツアー2026テラトリップの開催が決定しました。あーライブツラー。ライブライブツツラーラー。テラトリップ。はい、今回のこのライブは、9月6日から始まるんですけれども、はいファンクラブの先行抽選予約が4月の13日から、開始されるので、皆さんぜひ、応募してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします全国12公演ね、全国各地を回らせていただくんですけど、はい僕たちが今まで行ったことないね、ライブでは行ったことない地域とかもあったりするので、皆さんに会えるのをすごく楽しみにしています。皆さん絶対来てください。お願いします。お待ちしてます
僕たちの最新情報は公式ホームページや SNS をチェックしてください。YouTube はチャンネル登録、面白かったら高評価よろしくお願いします。お願いします。ということで、以上、ヒロトの勝手にお知らせタイムでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがありがとうございまとうございます。ありがとうございます。はい、ということでウルフのポッドキャストは毎週土曜日の夜9時に新しいエピソードを配信予定です。次回の配信もお楽しみに。それではまた来週。バイバイ。バイバイ。